はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ、豊です。本日はミルについてご紹介したいと思います。これはとても重要なものだと僕は思ってて、なぜかというと、コーヒーは引き立てをやっぱ飲んでほしい。香りが本当に違うんですよね。なので、お家で飲むときにミルがないと入れることができないので、なのでミルの紹介をしていくんですけども、たくさんのミルがあってどれがいいかわからないって時に、で、安いものか高いものがあるんですけども、その中で一番コスパのいいものを紹介したいと思います。それがこちら、キンググラインダーですね。今現在僕が愛用しているミルは残念ながら別メーカーになるんですけども、最初に買ってよかったと思えたのがこの K2 でしたので、これから引き立てのハンドドリップのコーヒーをお家で入れるよなんて方にはもってこいの商品です。デザイン、使い勝手、コスパ、すべてのバランスが本当に優れている一台です。それでは紹介していきます。ボディはアルミ合金製で軽くて持ちやすく、アウトドアにもぴったり。内部調整式のグラインド構造でクリップ数で引き目を細かく設定できます。ただ、調整ダイヤルが内部にあるため、人によってはちょっと面倒に感じるかもしれません。でも、ハンドドリップ専用で使うのであれば、一度設定すれば引き目を変えることはあまりないので、そこまで気にしなくていいと思います。実際に豆を入れてみたところ、K2 には約 25g まで入りました。もちろん豆の焙煎度合いやサイズ、生産地によって多少変わりますが、だいたい 25g は入ると考えてください。そして引き心地、深入りの豆はパリッとした質感で砕きやすく、比較的スムーズに回せます。一方、浅入りはやや重たく感じることがあります。それとエスプレッソ用の細かい粉にしたい場合は回す回数が増えます。1点ご注意いただきたいのが持ち手のノブ。木製なので長時間水に触れると割れが入る可能性があります。洗う際には水につけず乾いた布で拭き取るようにしてください。そして最後にこのミルの魅力はコストパフォーマンスの高さ。これから手引きコーヒーを始めたい方にとって K2 は本当に頼れる一本になります。エスプレッソ用の細かい粉を拭く予定がない方は、さらに安い K0 もありますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、それではね、簡単にまとめに行きたいんですけども、本日はキンググラインダーというメーカーのミルをご紹介させてもらったんですけども、結構コスパがいい。この質感とか、この回した時の軽さっていうんですかね、の中ではそれなりの比較的安く買えるものだと僕は思ってます。メリットとしては、この静電気で残りかすが残りづらいっていうのもあり、結構それなりの容量が入る。25g は入るので、1回あたり1人前から2人前ぐらいかな、コーヒー豆が一度に引けると。この、それなりに軽いと思います。で、エスプレッソは結構力あります。で、デメリットとしては、この持ち手が木の材質なので、水に浸かっておくと、膨張して、割れたりします。はい、壊れます。それと、調整する箇所が下の方なので、例えばエスプレッソとハンドドリップを交互に入れたりすると、調整するのが面倒くさいと。ただ、私はハンドドリップしか飲まないよってなったら、一度調整したらもうずっとそれ使えるので、そこまで気にならないかなとも思います。はい。効き目を見ても、悪くないという、それなりのものができてますので、一番初めにちょっといいものを買うのであれば、こちらのキンググラインダーが一つの選択肢になるかなと思ってます。はい。このキンググラインダーも初心者向けには3種類出てまして、K0、K1、K2。K0 がハンドドリップのみ。で、K1 がエスプレッソのみ。K2 がエスプレッソからハンドドリップで全部いけるというふうな3種類がありますので、僕のは K2 です。なので、ハンドドリップしか飲まないよって言えば、まず K0 の方が一番安いです。参考にしてみてください。ではね、本日の内容は以上となりますけども、今後もあなたのコーヒーライフが豊かになりますように祈っております。ではまた。もし、この動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そして、チャンネル登録をしていただけると、最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。